はい、皆様こんにちは、みえちゃんです。まだね、ライブから帰って正常な状態に戻らないという、はい。なんかね、そわそわしててね、タイムマシンがあったらね、もう一回ライブ会場戻ってね、音のカオスに戻りたい。宇宙空間にぶっ飛んだようなね、体験をもう一度とかね、はい。人間ってすごくね、いい体験するとね、またまたってなるんですね。それが執着なんですよ。はい。危ない危ないってことですが、そうは言ってもね、仕事は手につかないし、もう完全に営業妨害ですね、風さん。ほんと困りますよ。前回の動画でね、出だしでも声が上ずってましたね。今聞くと笑っちゃうんですけど。はい。でも皆さんにね、いち早くライブのね、雰囲気だけでもお伝えしたかったので、あのまま流しちゃいましたけどね。もう完全にライブでウイルス感染してきましたよ。はい。未だにね、お熱が下がらなくて困るんです。冷えピタが必要です。はい。ライブ会場でもね、ずっとね、首の後ろに貼ってたけどね、外でね、待ってた時はね、うちわでずっと仰いでいたからね、あれ持ってて正解でしたね。日よけにもなるしね。でもね、ライブ始まったらね、あんなの振り回せないからね、バッグにずっと入れてたけどね、この前コメントでね、親切にご忠告してくださった方いましたけどね、コメント消えちゃってんだけど、どうしたんだろう。あれね、規格内のサイズだったけど、できればね、小さいバッグに入るね、サイズがいいね。センスのがいいかな。うん。それでもね、熱がね、未だに冷めないというね、はい、重篤な病状です。そこへね、エイトジャムのニュースとかね、Mステね、出演の情報が入ってきたでしょ。もう10月には無地化発売ですよ。もう秋のパン祭りなんていうね、どっかのパン屋さんの CM じゃないけどね、もう秋の風祭りがね、始まりますよ、皆さん。ゆっくりね、余韻に浸ってる暇もなくてね。まずね、31日のエイトジャムね、藤井風特集ということでね、ヤッフルさんほかね、音楽プロデューサーの方とかね、清塚信也さんですか、ピアニストの方とかね、いろいろそうそうたる方がゲストでね、なんとね、風さんのインタビューもあるんじゃないかっていうね、噂もね、ネットでは流れてますね。そしてね、9月に入って秋風とともにね、CD が発売されますけれどもね、渋谷のね、タワレコさんではね、藤井風さんの CD 発売記念の何かイベントみたいのあるそうですよ。まあこの時ほどね、東京からちょっと地方に移住したのをね、後悔したことありませんね。はい。まさかまさかね、まあ藤井風さん本人がね、現れてサイン会なんて、そんなことはもう今のね、恐れ多くなった偉大なる風さんの立場としてはね、まあまずありえませんよね。大混乱になりますからね。そしてね、同日の夜にはね、「M ステ」出場ですよ。何ですかこれはね。報道ステーション以来ね、それからまだ記憶に新しいね、紅白でのスーパークールだった満ちてゆくで見せてくれた風さんがね、また地上波のね、テレビ番組に出てくれるという、はい。もうね、これも奇跡以外の何者でもないですよね。はい。黒眼鏡のね、タモリさん。ね、それと並んで、サードアイのアイグラスをかけた風さんが並んでね、一体どうなっちゃうかね。合計ね、5つ目小僧になるんですかね。そしてね、MAJ 以来のね、例の危うい、はい、天然丸出しの喋りとかでね、ズッズさんがまたハラハラして血圧上がるんでしょうかね。今からもう心配で心配でワクワクしますよね。今回ね、ライブを見に行ってもね、風さんやね、盤面のお尻しか見えなかったんですけど、いえ、お尻でもね、何でもご利益あるお尻ですから、はい、拝めても上等博覧会お連れが来ます。はい、いつの時代のあれ言い回しなんでしょうか。はい、なんですがね、上のモニターでも見られましたしね。でね、気づいたんですけれどもね、
風さんってね、もはや海外のアーティストになってしまったとお嘆きの方もね、一部にはいらっしゃると思いますけれどもね、意外とね、風さんね、日本人だったんですよ。はい。決してね、中身までね、欧米化されたわけじゃないです。はい。風さん気づかないうちにね、日本人特有のね、動作をしていたんですよ。気づいた方いらっしゃいますかね。私がね、一番気になったのはね、そして見て嬉しかったのは、今回のライブでは特にね、それが強調されていたのが、8コーデのね、振り付けっていうかね、動きなんですよ。もうあそこにはもうね、日本的なエッセンスがね、はい、詰まってます。曲のテーマからしてね、日本人にはたまらない中堅8校ですもんね。そしてそこにはね、以前解説させていただきましたようにね、計り知れない精神性が込められていたんですからね。まずね、イントロでね、1、2、3、5というところで風さん数を数えるようにこうしますよね。1、2、3、5ってね。はい。これね、この指の動かし方ね、これ日本だけだったっていうのをご存知でしたか？例えばね、ヨーロッパとかアメリカではこうするんですよ。私の主人もよくこうしてましたよ。1、2、3。そしてね、4になるとちょっと辛いからこれ指で押さえちゃったりしてね、こうやってこうするんですよ。はい。これがね、例えばグッドってこうしますよね、あっちで。これ多分ね、一番だっていう意味じゃないかなって、はい。ナンバーワンっていう意味じゃないかなって私はこう勝手に思ってるんですけどね。そういうわけでね、インドとかね、また違うしね、数え方。あと中国も違うんですよ。中国途中までこうなんですけどね、なんか途中から違っちゃうらしいですよ。まあ国によってね、指の数え方様々なんですね。風さんそれを知っていてね、あえて日本的なジェスチャーをしてくれてたんですよ。なんだか嬉しいですよね。はい。そしてね、それに続いて、ゴー、ゴーって言いますよね。あれ何気にかっこいいですよね。それから、はって言いますよね。掛け声言うじゃないですか。あれ、角塩さんがね、この間ね、はってやってたのがね、この前見ててね、もう腹痛くてしょうがなかったんですけど、あれもね、超日本的なんですね。よくね、お囃子とか、何ですか、お能でね、あの手の掛け声をよくやるんですよ。はい。風さん祭りでもね、イエイとか言いますよね。あれ、イエイなのかな？あれもちょっとね、武道の掛け声っぽいというかね、好きなんですけどね。はい。あとね、今回、欧米ツアーでね、どこの国だったか忘れちゃったけど、座って、床に座ってお辞儀してましたね。あれ、土下座なんて言いたくないよね。なんか畳に座ってお辞儀をしている感じで可愛かったですよね。大昔のね、可愛いお嫁さんがね、ご亭主が帰ってくるとね、玄関に三つ指ついてね、あなた、お帰りなさい、なんてね、一体いつの時代なんだって感じですけど、まあね、そんな感じで可愛かったです。あとこれはね、今月の目玉っていうかね、この動画のスーパーヒットなんだスーパートピックなんですけれども、大発見があったんですよ。はい。日頃からね、辛口塩味のね、例のご意見番がね、この人どんだけアンテナ持ってんだっていうくらいね、もういつもね、ぶったまげさせられるんですが、私頭が少し遅いからね、情報についていくの大変なんですよ。なんとね、NHK ワールドジャパンのね、番組で、風さんがですよ、すでに Love Like This を歌いながら制作していた貴重な場面を発見したんですよ。はい、早速言われるままにね、見返してみましたらね、ほんとやってましたよ。皆さんぜひ見てください。もうご存知の方ね、いらっしゃるかもしれないけどね、ほんの少しだけど、ああ、こんな風に風さん苦労して名曲をね、作ったんだなーってね、感動しますよ。はい、リンク貼っときますね。だいたいね、19分35あたりですね。はい。これでまたね、お目付け役にね、頭上がらなくなっちゃったんですけどね。それでね、ちょっと思ったんですけど、
Love Like This もね、ハチ公もね、結構ね、電撃発表とか小出し発表されたみたいに、CD 発売前にね、第3の新曲の、発表なんかもあるんでしょうかね。もしかしたらね、M ステでとか、はい。そんなことになったらね、さらにね、エキサイティングですけどね。あとね、風さんの和風の所作っていうとね、イナバウアーね、ハチ公の前のね、あれも見てたらね、確かにイナバウアー風なんですけど、私ね、やっぱりね、こう、お年頃なんで、なんかこういうの思い出したんです、こういう。火消しさんのね、はい、昔の。ね、なんか、どこかでね、はい、そういう、あれもあるんでしょうかね。でね、このところね、湯川玲子さんがね、藤井風さんを推してくださっていてね、サードアルバムの、プリマのライナーノーツっていうんですか、この頃はね、何でも横文字で言うようですけど、つまり解説のことですよね。それを湯川さんが、してくださったってことでね、はい。湯川玲子さんといえばね、はい、この方ね、お綺麗な方ですね、今もね、はい、89歳だそうですね。私のようなお年頃にはね、エルビス・プレスリーのね、劇愛者さんでありね、ジョン・レノンへのインタビューとかね、何かこう体当たり取材みたいなね、私生活でももうご苦労が多くてね、常にね、熱く熱く生きてこられたね、燃えよみたいなね、方という印象があるんですね。そして私この人で忘れられないのがね、60年代ですかね、ラジオの DJ ですね。番組名もう忘れちゃったけどね、あれで湯川さんのよく聞いてましたね。それからね、昔ね、もう思い出しちゃったんですけど、このエミー・ジャクソンさんっていたんですよ。覚えてる人いるかな。エミー・ジャクソンの涙の太陽っていうね、曲が大ヒットしたんですけど、この人ね、別にマイケル・ジャクソンとは全然関係ない歌手さんなんですけどね、なんとこの英語の歌詞ね、湯川さんが書いてたんですね。R.H. Rivers っていうね、作詞家名だったんですけれども、これってね、R がね、レイコの R ね、そして Hot Rivers の意味なんですが、それ湯川だから、Hot Rivers なんですよ。はい。ね、結構センス感じるじゃないですか。私ずっと海外のね、作詞家だと思ってたんですよ。もう風さん以前にね湯川さんね、すでに英語の歌詞書いてたんですね。まあそんな経験もね、風さんには学ぶところがあったんでしょうかね。当時ね、この人の歌ね、 Take me, take me, take my heart and all I was born to be yours ってね、歌なんですけど、この人ね、イギリス人なんですね。日系の人なんですけど、イギリス英語でね、歌ってたので、テイクがね、体育って聞こえるんですよ。それでね、なんで体育なんだって、当時ね、わからなくって、もう散々悩んだのを覚えてますよ。あれはね、イギリス英語の訛りだったんですね。take me, take me って歌うんですよ。でね、ロンドンでもね、あんな発音しますね。オーストラリアの方とかね、デイをね、ダイって言ったりしますね。あと湯川さんね、桑田佳祐さんとかね、長渕剛さんのね、解説も書いてますね。今回ね、風さんの解説も書かれたっていうことなんですけれども、そういうね、すごい方の、はい、恩寵を受けちゃったわけですね。はい、風さんはね。はい、なんかね、帝のね、恩寵を受けたね、紫の上じゃないですけどね、もうこの大御所にね、睨まれたじゃなくてミュージック業界の会長さんに目をつけられたからにはね、もう怖いものはないと。はい。でね、私はちょっとね、思っちゃったんですけど、このね、大きな寵愛がね、日本のミュージック業界に及ぼす影響はね、結構大きいのではないかと。はい。だからね、海外へと行こうとする風さんをね、なんとか日本へね、連れ戻そうというね、逆の力もね、働くのではないかと。
もちろんね、風さんはねリパブリックと契約してますしね、風さんが世界に愛を届けたいっていう意向はね尊重されるべきで、風さんはもうずっと自由な活動っていうかね、まあね亭主とね藤井風は話しがいがいいっていうことなんですけれどもね、宇宙のね導きのままに活躍されると思いますけれども、その中でねまあ多分に希望的な予想なんですけれども、まあ海外でね10回ライブをやるならせめてそのうちのね23回だけでも国内ライブでもねやってえなというね力も多少動いてくれるといいなってね思ってるんですよ。はい。まあね、経済的にゆとりも時間もある方はね、地球の果てだろうと月の裏側だろうとね、風さんのライブがあれば飛んでいけるだろうとは思いますけれどもね、私たちね下々の庶民としてはね、はい、日産ライブもねあぶれてしまった方もいらっしゃいますしね、大御所さんの口からねちょっと風さんにね日本の民衆のこともね考えていただけるようにお口添えをねしていただければと思うんでございますよ。はい。もう切実なファン心ですね。皆さんいかがでしょうかね。今回ね賜り行かれなかった方のねお気持ちを考えますとね、私はちょっとねジーンとくるんですよ。はい。そんなわけでね、これから秋の風祭りで大騒ぎとなるんですけれども、まあ生風見られなかった人もね、それで少しはね楽しく過ごせることができたら私も嬉しいです。てなわけでね、今日もねうっそうと雑談が生い茂る脇道にそれまくりの動画でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。これからもね何かと世間では軽く見られるお年頃ですが、ぼーっと生きてきたんじゃねえよとでも言いたげな、はい、お年頃ならではの視点でいろいろこれからもねぶちかましてまいりたいと思っております。どうぞチャンネル登録、いいねボタンなどエネルギーがある方はよろしくお願いいたします。こちらではねもう虫が鳴き始めましたが、ライブいらした方はねまだお疲れが残ってたりね、はい、残暑で大変ですので皆様どうぞご自愛くださいね。はい、それではこの次までさようなら。